されども、今日もやっていきたいと思います。今回はずいぶん前になるんですが、レミーの美味しいレストランという映画に出てくるラタトゥイユを再現してほしいというリクエストをいただいていたので、お待たせする形になりましたが、それをやっていきたいと思います。この映画の主人公であるレミーは味覚と嗅覚の優れたネズミで一流シェフになることを夢見ており、憧れのお店に忍び込んで調理場の雑用コックをうまいこと飼いならした末に美味しい料理を作りまくるといった感動のストーリー。映画の最後には辛口料理評論家に今回のラタトゥイユを出して、それを一口食べれば食べ手の意識を幼少期まで吹っ飛ばし、お袋の味を思い出させるといったスタンド能力さながらのゲートを披露してこれを退けると、ここまで聞くとネズミの最上位に位置するミッキーマウスすら霞むほどのスペックを持つレミー。彼の作るラタトゥイユにどれだけ近づけるかは分かりませんが、少しアレンジも織り交ぜつつ、なるべく同じような形で作りたいと思います。まずはパプリカのソースを作っていきます。パプリカのソースと言いますか、ピューレと言いますか。表面にある薄皮を取り除くためにバーナーと直火を使って丸焦げにし、その後氷水につけて炭になった部分をこそいでいきます。直火は毎度のことながらあの絵が撮りたくてやっているだけなので、もっと簡略化したい場合はピーラーで皮を剥くだけでも全く問題ないと思います。この後パプリカに火を入れていくので、火の通りやすいように少し薄めにカットしておきます。軽く煮込むのでフライパンでもいいんですけども、少し深手の鍋があればその方がいいかもしれませんね。深手鍋がないっていう方はフライパンでもいいかもしれませんね。ニンニクと玉ねぎをオリーブオイルで炒めて、ほんの少し塩をします。中火で蒸し焼きにして、これぐらいですね。玉ねぎに透き通るぐらい火が入ったら、先ほど刻んでおいたパプリカを加えて全体をさっくりと合わせていきます。そしてまた蓋をしてパプリカを軽く蒸します。1、2分ほどでいいんですけどね。ある程度蒸れたらじゃなくて蒸したらトマトのホール缶を加えます。そしてまた軽く塩をしてローズマリーを香り付けに加えてます。トマトの水分がなくなるぐらいまで煮込んでいきます。だいたい時間にして10分ぐらいだと思いますね。スライスするズッキーニ、ナスは映画だとだいぶ薄そうなので、今回は1ミリ幅ぐらいになってます。もう少し厚くした方が食べ応えとしてはあるかもしれません。トマトもズッキーニやナスと同様に薄くスライスして並べていくんですが、包丁にしないとトマトが潰れてしまうので、包丁で幅は2ミリぐらいですね。若干熟したトマトなのでカットしづらいですが、ここは根気よく潰れないように慎重に切っていきます。並べる野菜たちが切り終わった頃には、こちらの鍋も程よく水分が煮詰まって野菜たちに火が入った状態になるので、これを火から引き上げての前に一旦味見ですね。美味しく仕上がっていたら火から引き上げて、鍋からローズマリーは取り除き、フードプロセッサーもしくはミキサーで攪拌します。
こら辺の手間が普通のラタトゥイユはちょっと違いますよね。よく見られるラタトゥイユであれば野菜をゴロゴロとカットして鍋の中に放り込んで大概が完成するんですが、今回のこのようにね、ミキサーを準備しなきゃいけないっていう手間というか、洗わなきゃいけない面倒くささというか、なんて言いますかね。そんな努力の甲斐もあってか、そこそこに滑らかなパプリカのペーストが出来上がったので、あとは用意しておいた夏野菜のスライスたちをいかにきれいに並べていくかというところですね。コツとしてはなるべく間隔を空けないでぎっしりと敷き詰めてあげるときれいに見えるような気がするんですが、どうでしょうかね。これものすごいスピードで手を動かしているっていう風に勘違いされてしまう人もいるかもしれないんですけどね、早送り再生しているだけですのでね。はい。これを実際にやってみようっていう人のためのワンポイントアドバイスがあるとすれば、これを並べているときはとにかく考え事をしないことですね。時間も気にしないこと。気にするといつまで経っても終わらないんですよね。不思議ですよね。何度か意識が飛びかけましたが、無事きれいに盛り終わりました。あとは表面にオリーブオイルを適量かけて、野菜の旨味を出すように塩を全体に振りかけ、香り出しのタイムの葉っぱを散らして完成です。焦げつかないように表面にキッチンペーパーをかぶせたら、170度から180度ぐらいのオーブンで15分ほど焼いていきます。野菜から香りが出てきて火の入り具合を確認できたらドレッセしていきます。実際の映画ではセルクルリングを使ってる描写はないんですが、円を描くようにこんもりと盛り付けられていたので、今回はセルクルリングを使って同じように表現しました。パプリカのピューレも周りに軽く添えてあげるような感じです。ボナペティ。あれ久しぶりにラタトゥイユ食う。マシ。通常のラタトゥイユと違って煮込まないから、一つ一つの野菜がの素材感が際立ってる感じがする。食感もいい。たくさん食べてきた味だわ。仕上がりの見た目はね、こっちの方がいいとは思うからね、煮込んだやつより。ただちょっと手間がかかるから、どっちかっていうとちょっとしたパーティーだったり人呼んだ時用にはすごくいいんじゃないかなって。タバスコとかちょっとアクセントに良さそう。これはいい。トマトの甘みとすごく調和するね。これはめちゃうまい。いや、まあもちろん元の状態もうまいんだけど、ソーセージとかね、軽く炒めて一緒に添えて食べてもいいかも。あとはポーチドエッグとか多分めっちゃうまい。また泡が。というわけでレミーの美味しいレストランに出てくるラタトゥイユでした。レシピは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。
それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。